今回は Apple TV 4K 第2世代の開封使用レビューについてご紹介します。2021年5月21日に新型の Apple TV 4K 第2世代が発売されました。Apple TV 4K 第2世代では新しい Siri リモート第2世代や A12 バイオニックチップなどが搭載されています。そんな Apple TV 4K 第2世代なのですが、早速私も購入し入手しました。そこで今回は新しい Apple TV 4K 第2世代の開封使用レビューについて見ていきましょう。では早速 Apple TV 4K 第2世代を開封していきます。Apple TV 4K 第2世代の箱はこれまでとはそれほど大きく変わっていない印象です。箱の裏面には App Store、AirPlay、HomePod、AirPods の宣伝が記載されています。このデザインの HomePod は生産が終了したはずなのですが、新型が出るのでしょうか。箱のビニールを剥がしていきます。Apple TV 4K 第2世代の箱は真上に引っ張るようにして開封します。箱を開けると Apple TV 4K 第2世代の本体と Siri リモート第2世代が登場します。Apple TV と Siri リモートの下にはライトニングケーブルと電源ケーブルが収納されています。内容は Apple TV 4K 第2世代の本体、Siri リモート第2世代、電源ケーブル、ライトニング to USB-A ケーブル、ステッカーとなっています。ライトニングケーブルは正直 USB-C にしておいて欲しかったところです。Apple TV と Siri リモートのビニールを剥がしていきます。ここで少し驚いたのが Siri リモートを包んでいたのがビニールではなく紙だったことです。おそらく Apple の環境に対する取り組みだと思われます。こちらが Siri リモート第2世代の本体になります。第一印象としては少し厚みがあって手に持った時に馴染みやすくなったと感じました。背面も持ちやすいように少し丸みを帯びています。ボタン類はカチカチとしっかりと押せるので操作性が良さそうです。Apple TV 4K 第2世代の本体は第1世代と同じく電源、HDMI、有線 LAN の3ポートが搭載されています。Apple TV 4K 第1世代との見た目の違いは全くわかりません。Apple TV 4K 第2世代と第1世代を横に並べて比べてみました。左が第2世代で右が第1世代なのですが、全く同じに見えます。どうやらデザインは前の世代から全く変わっていないようです。次に Siri リモート第2世代と第1世代を横に並べて比べてみました。こちらは大きく変わっていて、第2世代と第1世代では全く別のリモコンになっています。第1世代では真っ黒のガラスボディだったのですが、第2世代はシルバーのアルミボディになっています。また、新しくタッチ対応クリックパッド、電源ボタン、ミュートボタンが搭載され、Siri ボタンは側面に移動しています。Siri リモート第2世代は縦に伸びて背が高くなり、第1世代よりも少し厚みが増しています。これによって第2世代は手に持った際に自然に馴染むようになったと思います。以上が Apple TV 4K 第2世代の開封になります。続いては Apple TV 4K 第2世代のセットアップについて見ていきます。まず Apple TV 4K 第2世代はテレビに接続するのに必要な HDMI ケーブルが別売りなので注意です。Apple TV 4K 第2世代では HDMI 2.1 に対応しているので、今回はアンカーの HDMI 2.1 ケーブルを用意しました。HDMI 2.1 に対応したテレビをお使いの方は、ぜひ HDMI 2.1 に対応したケーブルを用意しましょう。Apple TV に HDMI ケーブル、電源ケーブル、有線 LAN ケーブルを接続してテレビとつなぎます。有線 LAN ケーブルがない場合は Wi-Fi でも大丈夫です。Apple TV をテレビにつないだら Siri リモートのボタンを押します。Siri リモートのボタンを押すと Apple TV に接続されるので操作ができるようになります。
シリリモート第2世代では、クリック、スワイプ、ジェスチャーの3種類の操作に対応しています。軽く試してみたところ、クリックとスワイプはうまくいくのですが、ホイールを回転させる操作がよくわかりませんでした。シリリモートを使って言語を選択します。国、地域を選択します。データとプライバシーが表示されるので、続けるを選択します。Apple TV を自動的に設定の画面になります。ここで iPhone で設定を選択した方が楽なのでおすすめです。Apple TV を設定の画面になったら Apple TV に iPhone を近づけます。iPhone に新しい Apple TV を設定が表示されたら設定を選択します。ここでテレビの画面に表示された4桁の認証コードを iPhone に入力します。設定が完了するまで待ちます。設定が終わると iPhone でリモートをしようと表示されるので完了をタップします。パスワードを要求の画面になるので任意で選択します。iPhone からの設定を引き継ぐかどうか尋ねられるので続けるかカスタマイズを選択します。TV プロバイダーは今はしないを選択します。一つのホーム画面は任意で選択します。この Apple TV をどこに設置するのか選択します。スクリーンセーバーは自動的にダウンロードがおすすめです。アップ解析は任意で選択します。利用規約は同意するを選択します。ここでドルビービジョン対応のテレビを使っている場合は、ドルビービジョンを試すの画面が出てくるので設定しましょう。ドルビービジョンをオンにすると、テレビの設定が切り替わります。これで Apple TV 4K 第2世代のセットアップが完了となります。続いては Apple TV 4K 第2世代の映像設定について見ていきます。Apple TV 4K 第2世代は HDMI 2.1 に対応しています。私が使っているテレビの LG B9 は HDMI 2.1 に対応しているので Apple TV 4K 第2世代で 120Hz が使えるかもと期待していました。ところが残念ながら tvOS 14.5 の時点では 60Hz までの対応となっているようです。おそらく今後のアップデートで 120Hz が使えるようになる可能性はありそうです。Apple TV 4K 第2世代の映像設定は初期のままでも問題はないのですが、私はあえて 4K SDR 出力に設定しています。そしてコンテンツに合わせるの項目でダイナミックレンジとフレームレートをオンにしています。これによって SDR、HDR10、Dolby Vision の出力がコンテンツに合わせて切り替わるようになります。また、24fps で制作されているコンテンツは 24Hz で出力されるようになります。以上が Apple TV 4K 第2世代の映像設定になります。続いては Siri リモート第2世代の操作について見ていきます。Siri リモート第2世代では新しくタッチ対応クリックパッドを搭載し、新しい操作方法に対応しています。Siri リモート第2世代の操作方法には、まずクリックがあります。これはオーソドックスな操作方法です。次にスワイプがあります。これはSiri リモート第1世代に採用されていた操作方法です。次にジェスチャーがあるのですが、これがなかなかうまく操作できません。iPod のホイールのように回転させるようになぞるのだと思っていたのですが、どうやら違うようです。以上がSiriリモート第2世代の操作になります。続いては Apple TV 4K 第2世代の YouTube について見ていきます。Apple TV 4K 第1世代では YouTube は 4K30fps までしか対応していなかったので、第2世代ではどうなっているのか確かめてみます。まずは App Store から YouTube のアプリをインストールします。YouTube で 4K60fps のコンテンツを検索し再生してみます。動画の画質を見ると 2160p、4K になっていることがわかります。次に
統計情報を表示すると 3840×2160 の 60fps で再生できていることが確認できました。Apple TV 4K 第2世代では YouTube の 4K SDR 60fps に対応しているようです。続いては 4K HDR 60fps のコンテンツを再生してみました。統計情報を見ると HDR で再生されていることはわかるのですが、テレビの映像設定は SDR のままです。どうやら YouTube のアプリではダイナミックレンジの切り替えには対応していないようです。設定からドルビービジョンを有効にして再び YouTube に戻ります。今度はきちんと 4K HDR 60fps で再生されました。しかしながら2021年5月21日時点では YouTube のアプリはダイナミックレンジの切り替えには対応していないため、今後のアップデートでの対応が望まれます。以上が Apple TV 4K 第2世代の YouTube になります。続いては Apple TV 4K 第2世代のゲームについて見ていきます。Apple TV 4K 第2世代では新しく A12 バイオニックを搭載しているので、ゲーム体験がどうなっているのか確認します。まずは Apple Arcade のファンタジアンをプレイします。コントローラーはゲームサー G4 Pro を使っています。Apple TV 4K 第2世代では特に問題なく普通にゲームをプレイできました。ゲームプレイに関しては Apple TV 4K 第1世代と比較して特に大きくは変わっていないようです。続いては百鬼魔道をプレイしていきます。こちらはアクションゲームですが、テレビをゲームモードにすることで遅延も感じず快適にプレイできました。以上が Apple TV 4K 第2世代のゲームになります。続いては Apple TV 4K 第2世代の電源オンオフについて見ていきます。Siriリモート第2世代では新しく搭載された電源ボタンを使って電源のオンオフができます。電源をオフにしたい場合は電源ボタンを長押しします。テレビの電源が連動してオフになります。電源をオンにしたい場合は電源ボタンを1回押します。テレビの電源が連動してオンになります。以上が Apple TV 4K 第2世代の電源オンオフになります。今回は新型 Apple TV 4K 第2世代開封使用レビューについてご紹介しました。このように Apple TV 4K 第2世代には様々な新機能が搭載されています。新しい Siri リモート第2世代では新しい操作方法を取り入れたことで使いにくいと評判が悪かった第1世代を大幅に改善していると思います。YouTube では新しい A12 バイオニックによって 4K SDR60fps、4K HDR60fps にも対応していることが確認できました。ゲームに関しては Apple TV 4K 第1世代から大きな変化は感じませんでした。Siri リモート第2世代には電源ボタンも搭載されたので、電源のオンオフが楽にできるようになっています。皆さんも Apple TV 4K 第2世代で快適に動画の視聴やアプリ、ゲームなどを楽しんでみてはいかがでしょうか。